ミタロスです。ゆりな JPEG です。今回はデコボコ幼馴染で価値観共有ゲームやってみた価値観共有ゲームなんかそんな感じらしい。価値観が合ってるかどうかを見れるらしいです。いやもう20数年来の幼馴染最適なゲームじゃないですか。そうだね、価値観は合ってるはずなんだよな。だってね、生まれた場所、エリアも一緒だし、育った学校も一緒だし、そうだね、そんな家庭環境も大体同じぐらい、お母さん看護師やし、親の職業も一緒だし、わりかしは似てたと思うよ。そうだね、だからいけるんじゃないかと思っておりますがあまり自信はありません。私このゲームずっといろんな人がやってるのを見てて、初めてやるから楽しみ。糸というゲームをやっていきます。私は宅飲みで友達とやったことがあるけど面白かった。なるほど。まず遊び方。でもどんなだっけ教えたよ。思い出した。早っ。簡単なルールだから。メインのルールとしては1から100までの数字のカードをそれぞれ引いて、で自分にしかその数字が見えないように持ちます。でテーマ、食べ物の人気とかで、このテーマに合わせて人気のない食べ物が1、めっちゃ人気のある食べ物が100として食べ物の名前を挙げていくの。自分の数字に合った食べ物の名前を挙げていく。でそれを小さい順にこう並べられたらクリアっていうゲームですね。なるほど。でそのクリアしたらライフカード、ライフがあって、これだ、ライフが3つあるから、このライフが0になったらゲームオーバー。3アウト。そうっていう感じですね。なるほど。2人でやっていくと。たった2人でやっていくということです。でサードステージまで一番最初は1枚ずつ引く。セカンドステージは2枚ずつ引く。だから4枚小さい順に並べる。数字のカードをいっぱい持つようになるんだ。そうで、サードステージは3枚、最終的に6枚ちっちゃい順に並べられるかっていうゲームですね。やばいね。そうだね、サードステージ結構厳しそうね。価値観をさ知れるね知るかな。知れるよ。だっていちごが2なのみたいな。そうだね、そうだ。私的に85なんだけど、読み合えるからな。お前何やってんだよってなる可能性もある。何やってんだよが一番取りたいんですよ絵的にはね、喧嘩したいよ。殴り合いみたいなサムネイル。殴り合いになっ価値観共有ゲームで喧嘩勃発する初めての喧嘩。初めての喧嘩する。したことないからね。そうだね。3アウトで最初はハート3つからいきます。さすがにね、2枚では行きたいよな。いいの当てたいよね。それでは一発目、お題はペロン。恋人にしたい職業の人気。1が人気がない、100が人気がある。やっていきましょう。はい、これがゆりなのカードです。これは私のカードです。せーの。これに相当する職業をそれで言った後、ちっちゃい方から出すってことだよね。そうだよね。めっちゃむずいんだけど。結構むずいな。まず何を50にするかとかだよね。そうだよね。一応なんか直感的に決まったのある。嘘。待って職業がまず頭の中に3個ぐらいちょっともうバイブスでいくわ。考えてもしょうがないもんね。フィーリングです。はい、じゃあエミタロスさんの回答お願いします。はい、保育士。はい。なるほど。はい。良さそうだけどな。私はいいなと思っちゃうけどな。どうなんだろう。私のこの数字に相当する職業はコンサルです。コンサル。なるほどね。でっていうと保育士よりコンサルの方が上なんじゃないかなって思う。ね、私もそう思う。だから私の方が小さいと思います。いきますか。はい。まず一発目、ラウンド1。じゃあ私の方が小さいと思うので私から開きます。はい。でん。38。びっくりした。じゃあゆりなは。そして私の手札。ぴゃん。おお。71。よかった。成功です。38むずくない？そうだね。38むずいね。まあ50が平均ぐらいで、50より上は年収高くてかっこいいみたいな仕事かなと思って、で50より下だから、まあ、年収がちょっと微妙な感じかなと思って、であとなんか残業とか多そうみたいな印象。結構保育士の待遇改善とか叫ばれてるのよく聞くから。そう、確かになんとなくの印象で保育士。でも人気ありそうだと思ったけど、まあ年収とかそのハードさっていう面で見たり、責任っていう意味で言うと、まあ、本当に命を扱ってるし、
失敗できないしっていうところで大変さはあるよね。でも保育士の彼女って聞くと結構そうなんかってなるけど、でもそうなんか異性側で考えちゃったの。そうだよね。男の人の保育士だと結構なんか印象、そうだね。だろめっちゃかっこいいってなるかなと思って、どっちかっていうとそのなんか優しそうみたいな感じになりそうじゃん。確かにレアではあった。1人2人ぐらいしかいなかったな、男性の保育士さん。私が行ってた保育園、体育の先生しかいなかったかも。体育の先生がいたんだ。体育の先生がいた。なんか毎週何曜日かに来る。あ、じゃあもうその時だけ。そう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 。なるほどなるほど。そもそも数が少ない的なのも含めてちょっと低めかなと思って選んでみた。よかった、うまくいきました。よかった。71も結構難しかったんだけど。71むずいね。なんか難しそうで。なんか人気の職業だけど、100がねスポーツ選手とかかなって思った。私お医者さんとかかなって思った。確かに。私ずっと年収で考知名度とかそのね、そういう感じじゃなくて年収となんかその家に帰れそう度って考えてた。そう家に帰れて年収が高いといいってこと？そうそうそう。よくない？そうなんかお金に余裕があって自分の生活もできてみたいなの方がその恋人にするのに良いのかなとか思って。良いのかな。理由は明確だね。そう。確かに。それで考えてた。第1回目成功。成功。じゃあ2個目引いてみるか。お題を引きましょう。はい。じゃん。かっこいいもの、かわいいもの。むずい。でもどっちにする？かっこいい、かわいい。じゃあさっき異性のやつだったからかわいいものにしよう。かわいいにしようか。女子っぽさ。セカンドラウンドのお題はかわいいもの。ラウンド2ね。ラウンド2か。セカンドラウンド。セカンドラウンド。ラウンド2。ラウンド1みたいな。セカンドって書いてあったから。あ、そうだね。セカンド。ラウンド2。はい。可愛くないものが1、可愛いものが100です。はい。では可愛いだけじゃダメですかってことね。そうですね。はい。なんか可愛くないもの言うのが楽しそう。可愛くないものね。2枚ね。次は2枚ずつです。むずっ。頑張ろうね。自分の数字のさ前後間違えそう。じゃあ見ます。見ます。せーの。じゃん。むずい。いい。このお題いいよ。めっちゃむずいんだけど。まあいけます。整いました。考えると顔。寝てる？まあ分かった、決めた。手札に相当するものを2つ発表してください。はい。ペンギンとカワウソ。おー、結構可愛いぞ。そうだよね。カワウソが変化球だな。カワウソ変化球か。やばい、主観が入ってるかもしれない。カワウソ100点のかどうか。私の手札はですね。はい。一つは、切った爪の残骸。でもう一つがペットボトルの蓋。なんで私の方が絶対低い。これ100低いね。こことここは結構分かれてる。分かれてるね。じゃあもう言っていいんじゃない？私のこの2枚は両方低いです。はい。最低いです。いきます。はい。バラン。切った爪の残骸4。4。はい。バラン。ペットボトルの蓋。ペットボトルの蓋が結構可愛い。ちょっと可愛いかな。その辺の丸い小石とかも考えたんだけど、まあ衛生面考えるとペットボトルの蓋見してみ。まずペンギンね。はい。60です。待って、ペンギンよりカワウソの方が可愛いの？うん。カワウソが69。なんかさ、僅差でむずかったの。でももうここで犬猫に行くか悩んで、でも犬猫よりかはなんかカピバラとかそっち系かなと思ったんだけど、私カピバラよりはカワウソが好きだなっていう主観が入った。50は想像なんだった？ 50はキリンとか。エミタロスは可愛いものは全部動物なの？あ、そうだね。そう、私は50が犬猫とかだと思ってて、その上キティちゃんとか、ピンクという概念とか。私は犬猫は100で考えてたの。犬猫100なんだ。犬猫より可愛いものはこの世にない。犬猫が100で可愛いかなと思ったんだよね。
ここ全然違ってね。私犬猫50だった。犬猫より可愛いな。もっと可愛いものあるんだ。手乗りのひよことかさ。まあね。でもやっぱ犬と子供のセットとか。ちいかわ。そうね。難しい。見た時に可愛いって思うこともあるんだけど、そのデザインが可愛いのであって、そのキャラクター可愛いとあんまりめんどくせえや思ってないからなと思って、あんま出てこなかったんだよね、可愛いキャラクターが。動物だけが愛おしいと。動物可愛い。むずいね。でもなんとか成功したよ。でも今回の簡単すぎたよ。なんかちょっとね。ゆりなのが低すぎたもん。切った爪の残骸と何も戦わないもん。ペットボトルの2つ目。よし、成功。じゃあはい。じゃあお題を引きます。次のお題を。Round 3。いいよ。おにぎりの具の人気か、パンの種類の人気。うわ、おにぎりやってみる。おにぎりやってみようか。おにぎりについてディスカッションすることがちょっといろいろあるので。ね、何回かおにぎりの話してる。でもおにぎりで3種類むずいぞ。しかも1から100まであるでしょ。おにぎりって1から100まで100種類あるっけ、そもそもって感じだけど。なんか創作アレンジみたいなレシピだったらあるかも。確かにまずい方もちょっとあえてね。確かに美味しくない、人気ない。だからコンビニで売れ残ってるやつとかもちょっと検討した方がいいんじゃない？しかもでもコンビニに入ってる時点で売れ筋なのではって思っちゃうんだけど。確かに。だからもう全然見たことない。だから人生で1回しか見たことないみたいなやつとか。確かに生のうなぎのとか。生のうなぎやだ。じゃあ人気ないが1で人気あるが100ですね。はい。じゃあ3枚。3か。結果な。はい。じゃあまず見せますか。はい。せーの。見ます。せーの。いや。なんでこんな。なんでこんな。かぶりそうだよな、なんかちょっとおにぎりの具がいっぱい知ってるはずなのに人気って言われるとね。そう私少なくとも25種類は知ってるはずないよ、あ、30種類かな。いやでもこれをあっちにしてこれをそれにして3個一気に言うってこと？違う3個一気に言うとかぶるかもしれないから1個ずつ発表してってかぶったら変えよう、後から言う方がだる最初はグーじゃんけんぽい。よし、私の1枚目はチャーハン。かぶった？私の1枚目は爆弾唐揚げおにぎり。おお、なるほど。私は明太子。ラブリーじゃん。明太子好きよ。キムチおにぎり。あ、で最後がイクラ。おー、マヨコーンおにぎりって感じなの。なるほどね。むずっ。なんか僅差っぽい。どれが一番低いかな。でもエミヌ結構人気そうだけど。そうだよね。私こう聞いた中でキムチが一番低そうな気がしたけど、そうです。そうだよね。キムチでいっていいと思います。はい、じゃあキムチいきます。はい。キムチおにぎり16。塩梅がいいんじゃない？いいんじゃないでしょうか。次はマヨコーンはね、私は次出したいですよ。なるほど、いいと思います。明太子とイクラとチャーハン。結構人気だよね。結構人気だと思うから。結構人気だと思う。マヨコーンいきたいと思います。いいと思います。タラン。間違えた。違うやつだった。マヨコーンいきたいと思います。はい。タラン。でも待って、これ見えちゃったからうちがゲームになんない。忘れて。来てる？これやばいよ。やばい。これね、梅。めっちゃ人気そう。チャーハン、明太子、イクラバーサス梅。まず一番低いやつちょっとチャレンジするわ。オッケー。何が一番低いの？チャーハン。チャーハン一番低いので。ちょっと変化球みたいなところあるもんね。そう。でもコンビニ行ったら絶対あるみたいな感じのランクインはしてるみたいな。いきます。はい。
チャーハンおー、いいんじ51。ゃない？いい感じ？チャーハン51納得ではある。本当？だから50以上がうん。市販されてるから。あ、そうそうそうそ思った？う。思った。めっちゃいいじゃん。価値観一緒じゃん。そ50以下は家で自作するレベルの美味しさと人気さかなと思ってて。う。ねえ、私もう一枚行きたくて、イクラ。いくらいく？イクラを行きたい。いくらいっちゃう？エビの中のイクラってどういう存在なの？なんかおにぎりとして食べたいってならないけど、なんかご褒美的に高いの買うみたいな。高いじゃん、大体イクラのおにぎりって高いから袋から違うもんね。そうだからなんか人気おにぎりって言われてそのなんか即買うかって言われると微妙なラインだな、でも好きな人は好きだよねっていうラインで56。おー、おーい意外と低かった。本当？まあでも確かに人気っていうとね、そいいんじゃないでしょうか。さあラうストで明太子か梅か。うわ私的には明太子下かなって思ってるけど。本当に私は明太子上だと思うけど。本当？ガチガチバトル喧嘩私はなんか梅っていつでもそこにあるのよ。はいはいはい。あるけど人気かって言われたらどうなのって。去年お花見を行った時におにぎり差し入れしたんだけど、梅が一番人気だった。みんなだから酒飲んで酔っ払ってたからさ酸味が欲しかったんじゃないの？どっちかな？梅はド定番じゃん。そう明太子はでもリッチフレーバーのあれだよね。ツナマヨとかよりはそうだね。下なのかな。じゃあ嫌いな人もいそうなんだよ。梅が嫌いな人は、まあね、酸っぱいの苦手っていう人いるけど、でもそれよりも人気の方が上回りそうなイメージがある。歴史も長そうだしね。歴史江戸時代ぐらいからありそうだしね。もっとある。明太子だって生だからさ、運搬がねあれだったと思うし、ちょっと明太子でいってみよう。明太子でいってみよう。いきます。明太子66。どう？マジ？明太子のこと舐めすぎだから梅です87。明太子のこと舐めすぎだよ。でも71回かないかぐらい、そうなんかたらこだったら70代いくかなと思ったの。愛されるね、辛くないし、そうしかも焼きたらことさいいですね、あるやん。いいっすね。明太子はこっちぐらいかなと思った。100は何？100。でもね、私100が梅寄りだったんだよね。マジ？私ツナマヨかなって。まあでもツナマヨは確かに多いね。梅っていつでもあるけど、他がツナマヨとかがいたらツナマヨ取っちゃうかなって思ってた。確かにね。梅100か。そうだね。梅とかツナマヨが強いかなとは思ってた。ツナマヨも強いとは思ってた。梅はなんかそのラブコメで言ったらなんか隣の家に住んでる幼馴染みたいな。いつもいるんだけどちょっとなんかイラつくみたいな。なんかあんまりこうはいけないみたいな。ツナマヨはなんか転校生。転校生。すごいマヨネーズ入ってるみたいな。なんか誰が食べても美味しいみたいな。好き嫌いあんまりないみたいな。確かにね。と思ったの。確かにね。そう。待って、それで考えるとコーンマヨ。いや、コーンマヨはさ見たことないよ、私。だから見たことないから。見たことないから。コーンマヨはさ、寿司やん。そう。だから入れた。いや、難しいよ。この低いのもね、結構難しくて。野沢菜とかおかかとか。それは50以上で商品化されてるからと思ったの。キムチね、確かに。温めるなら温めてほしいし、冷たいなら冷たいままご飯と温かいご飯と分けて食べたいし、みたいなところを混同させてみた。なるほどね。難しかったよ。一応成功したけど、ちょっと私がアクシデントを起こしたからな。もう一回やるか。なんかあんまりここが混ざんないよね。混ざんないね。なんか数字がさ、1枚ずつ分けてんだよ、私。1枚ずつ分けてんのにさ、ここがずっと僅差でむずいんだけど。ここだけ僅差なんだよね。そうなんだよね。成功です。成功。価値観がめっちゃ合っているということ。合ってる。もう一戦ぐらいやるか。やろうか。候補。学校にあるものの大きさと小学生が好きな言葉、中学生が好きな言葉、ちょっと気になるかも。じゃあ中高生が好きな言葉、1が好きじゃない、100が好き。なるほど。あの時の気持ちを思い返して、Round 4 Final Challenge です。
でも今のところ一応全勝してるよ。ラウンド4ってかラウンド1をもう一回でいいんじゃない？ワン、ラウンド 1？ 3。OK。ラウンドじゃあ1。シーズン2。うん、シーズン2。そう、シーズン2で。はい、いきます。1枚。手札が1枚だからね。 1枚か。そちょろいわ。う。1枚だから逆にむずいよ。逆に一点集中。中高生が好きな言葉でしょ？知らないよ。伝わってこないよ。伝わらなかった。いやー、初めて失敗です。失敗いやなーちょっとチャンネル登録、高評価、SNS のフォローよろしくお願いします。コメントもお待ちしてますお。待ちしてます。それでは、バイバーイ。